81mm の極薄ボディでベッドの下も楽々入れる。ブラシが出てきて角もしっかり掃除。もちろんモップも出てきます。どうもこんにちは、まみよしです。新生活も近いということで、ロボット掃除機検討している方結構多いと思うんですけども、今回はあの悩みを解消したロボット掃除機 T-Bot T50 Omni、こちらのロボット掃除機紹介していきます。で、今なら早割りもやってるので、ロボット掃除機迷ってる方はぜひチェックしてみてください。ということで早速やっていきましょう。こちらのロボット掃除機に関しては驚きの薄さ、そして圧倒的な清掃力というキャッチコピー通り、この製品とにかく薄くて吸引力が強力なモデルになります。まず一つ目の特徴としては 81mm の極薄ボディになります。普通のロボット掃除機に関してはここの頭の部分に丸っこい突起がついていて、ソファーの下とかベッドの下に突っかえちゃって入り込んで掃除ができないっていうデメリットがある商品も多いんですけども、こちらはその出っ張りをなくしたモデルになっています。他のメーカーだと 96mmのものだったり 103mm のものだったりあるんですけども、こちらは 81mm ということでかなり薄いボディになっています。この薄さによって僕が普段寝ているベッドの下、こちらもこんな感じで余裕で隙間に入り込むことができます。これが最大のメリットですね。今使ってるベッドの下の隙間、そしてソファーの隙間とかそういったところの高さ測ってみてください。多分ね10センチぐらいのものが多いと思います。なのでそこに入り込めるっていうのが今回のこちらのロボット掃除機の大きなメリットになっています。2つ目の特徴が TrueEdge2.0 アダプティブエッジクリーニングという機能になります。これもすごくて結構ね、普通のロボット掃除機だと部屋の隅、垂直の角になってる部分に関してはブラシが入り込んで掃除しにくいので、ホコリがちょっと残っちゃったりするものが多いと思うんですけども、こちらの TrueEdge2.0 アダプティブエッジクリーニングはなんとこちらのブラシの部分が外側にせり出してきます。これによって今までのロボット掃除機では掃除できなかった部屋の隅までしっかりとホコリをかき出すことができます。これもめちゃめちゃ嬉しい機能ですね。でこれも常に出てるわけじゃなくて、センサーが障害物とかを検知するとサイドブラシとあとモップパッドもこちら伸びるようになっているので、この2つがせり出してきてしっかりと部屋の隅とかまで掃除できるようになっています。続いてはゼロタングル 2.0 テクノロジー。こちらに関してはブラシの部分ですね。こちらの吸引する部分、こんな感じでね V 字型になってるのがわかると思います。これがトリプル V 字型構造っていうものを採用していて、結構ね長い髪の毛とかだとこういったブラシに詰まっちゃって2週間に1回とかこのブラシを取り外してブラシから髪の毛を取るっていう作業が必要だったんですけども、こちらは髪の毛が絡まりにくいこういった特殊な構造を採用していることによって、そういった掃除が必要ない髪の毛が絡まりにくい構造になっています。なのでメンテナンスも少なく済むっていうのがいいポイントです。続いては 15000 パスカルのハイパワー吸引力。今回のモデルに関しては最大の吸引力が 15000 パスカルというめちゃめちゃ強力な吸引力になっています。特にカーペットとかが家にある人に関しては吸引力が高くないとカーペットの中のゴミをしっかりと吸い出すことができないので、カーペットを家に置いてる方にとってもかなりおすすめなモデルになっています。でしかもこれカーペットがある場所だと自動的にカーペットを検知して吸引力を上げてくれる機能なんかもあります。続いて5つ目が Osmo Turbo 2.0 モップシステム。こちらの部分になります。こちらのモップに関してはこう振動するタイプじゃなくて、モップ部分が回転してしっかりと床を磨き上げるモデルになります。なので結構こびりついた汚れとかもしっかり落としてくれるし、油汚れとかそういったものもしっかりと拭き上げることができるモデルになります。続いてがオールインワンのオムニステーション。今回のモデルに関してはこのオムニステーションが付属しているモデルになります。こちらの機能に関しては清掃が終わったロボット掃除機のモップを70度の温水で自動的に洗浄で、そして45度の熱風で自動的に乾燥してくれるモデル。これ結構安いモデルとかだと冷風乾燥で雑菌が繁殖しちゃってモップが臭くなっちゃうとかいうモデルもあるんですけども、こちらは温風で乾燥してくれることによって生乾き臭とかがしづらくなってるモデルになります。であとはこちらしっかりと紙パックも内蔵しているので、溜まったゴミを頻繁に捨てるっていうことも必要なくなっています。こちらが綺麗な水でこっちが汚い水、溜まったらこちらを取って捨ててあげれば OK という感じですね。水入れたら外側からつける仕様になっているので、実際に今どのくらい水が溜まっているのかっていうのをチェックすることができます。でタンクが見えなくて綺麗な水が足りてないとか、お水が満タンになっている状態だと掃除が止まっちゃうので、このタンクが透けるっていうのは結構重要なポイントになっています。であとこちらのモップ洗浄のトレイに関しても最大150日メンテ不要ということで、メンテナンスをできるだけしたくない、そういった方におすすめなモデルになっています。ちなみに洗浄液の自動補充機能っていうのもありまして、ここに専用の洗剤を入れることによってモップをさらに綺麗にする機能もあります。であと IB3D テクノロジーを搭載してまして、清掃の精度だったり効率っていうのもかなり高いモデルになってます。
そうしたら早速こちらのロボット掃除機使っていきましょう。右下のファイルを押して、もうマッピングはね、一回しちゃいました。マッピングするとこんな感じの画面になります。で、今ね、部屋が2つになってるんですけども、これ真ん中のところに関しては廊下になってるので、こちら編集していきましょう。右下のマップを押してあげると、こんな感じでマップが編集できます。で、ここで分割を押してあげて、分割する部屋は1を押してあげると、こんな感じで線が出てくるので、ここから左に関しては廊下になってるので、こちらでチェックマークを押します。そうすると部屋1、部屋2、部屋3という感じで、こんな感じで部屋が作られました。で、他にも、こちらに関してはベランダも今認識されちゃってるので、バーチャルボーダーを使って境界線を作ることもできます。バーチャルボーダーで、今回は直線で、ここがベランダになってるので、ベランダには入らないようにボーダーを作っていきます。立ち入り禁止。で、選択した部分だけ水拭きをしないとか、そういった設定もできます。これでマップができました。で、あとはね、家具をこんな感じで、ここにベッドがありますよとかいうのを置くこともできます。僕は特にやってないですね。あとはカーペットの場所、長方形でここにはカーペットがありますよとか、そういった設定もできます。あとは床の素材を選択しておくと、それに合わせた吸引力とかにしてくれるので、これを設定してあげてもいいと思います。で、エリア名も、例えばここを寝室とかにしておくと、さらにわかりやすくなります。そしたら清掃の方をしていきましょう。今回まずは吸引のみでやっていきましょう。吸引のみで吸引力標準。清掃速度に関しては標準、ディープ、素早くの3種類あります。毎日掃除するんであれば、この素早くですぐに終わらせるっていうのもいいと思います。今回は標準でやっていきましょう。で、回数は1回スタート。はい。掃除始める前の状態に関してはこんな感じで結構ゴミとか落ちてる状態になります。髪の毛とかも落ちてますね。さっきバーチャルウォールを設定したのでこんな感じでしっかりと隅そのまま掃除してくれてます。で、カーテンを当たらずにしっかり避けてくれてます。で、しっかりとね、このベッドの下に入ってるのが嬉しい。僕が使ってるこのベッドね、ほとんどのロボット掃除機入れないんですよね。ベッドの下から見るとこんな感じ。今壁沿いを掃除してますね。ベッドの下に入ってきました。こんな感じで余裕で入れてます。やっぱこの大きさが最大の魅力ですね。ブラシもしっかりと柱の周り掃除しています。はい、出てきました。で、この辺の髪の毛とかもしっかり吸い取ってくれてますね。で、今こちらは机があるので、机とか椅子のところはちょっと厳しいですね。はい。で、今見てわかる通り、このフローリングに沿って掃除してくれてるのがわかると思います。で、掃除の音に関しては、まあ普通ですね。めっちゃうるさいっていうわけでもないです。そしたらちょっとね、吸引力を最強にしてみます。15000パスカル。最大。はい、今最大にしてるとこんな感じの音の大きさ。普通の掃除機と一緒ぐらいの大きさかな。消音に関してはこんな感じ。結構静か。なんか機械音っていう感じですね。でも基本的には標準で良さそうです。入るところもこんな感じ。で、上のね、丸いくるくるはないんですけども、しっかりとね、綺麗に清掃できてるのがわかると思います。急に足を出してみる。ほい。当たらないね。なんで障害物の検知機能に関しても結構高くなっています。1部屋目終わりです。そしたら部屋2に行きます。こんな感じで自分で移動してくれます。続いては部屋2スタート。で、しっかり部屋分けたのでこの扉にも入らずに掃除できています。はい、ここのゴミも OK。はい、角までしっかりとゴミを取ってくれて、で、玄関も落ちずにいけてますね。OK。で、ブラシも長いので角までしっかり入っています。で、部屋分けしてるのでこっちも入らずに、まずは廊下の掃除、部屋1ですね。外側が終わったら次は内側を攻める感じで掃除していきます。続いて最後部屋3。掃除が終わったらステーションに戻ります。はい。で、ここからゴミの集塵ですね。音静かだな、めっちゃ。すごい。結構ね、いろんなロボット掃除機使ってきて、ダストバッグへのゴミの集塵っていうのはかなりうるさいものが多いんですけど、これかなり静かめですね。で、ちなみにこれステーション設定から集塵の音を消音モードにすることもできます。これだとさらに静かなのかな。ちょっともう一回ダストボックス空にしてみます。すごっ。めっちゃ静かじゃん。これはすごい。吸い上げる力に関してはね、やっぱり標準の方が高いとは思うんですけども、できるだけ静かに運用したいという方はこの消音でも全然いいと思います。この静かさはね、他のロボット掃除機にはないですね。で、あとはモップがけの水の量とか。で、あとこれも結構嬉しくて、ほとんどのロボット掃除機って床の水拭きをする場合は部屋別で一回一回このステーションでモップを洗うっていう作業が入るんですけども、こちらは時間別で調整することもできて、例えばこれ25分にすると25分間水拭きするとステーションに戻っ
って水拭きをするっていう感じになります。であと熱風乾燥の時間に関しても設定できたりしますね。そうしたらね、次は水拭きしていきましょう。水拭きにしてあげて、水量もねこれ1から50まで段階で選ぶことができます。今回は中でやっていきましょう。これ個別で3段階以上で選べるのも嬉しいですね。清掃速度は標準で回数1回。これで同じくやっていきましょう。ちなみに掃除の順番に関しては、この順序からね、初期設定ではこの寝室、部屋1、部屋2の順番にしてるんですけども、これたまには別の順番でしたいっていう場合は、こちらのマップを順番にタップしていけば OK です。例えばじゃあ部屋3から廊下やって、最後に寝室。こういう感じでもできます。これで水拭きでやっていきましょう。スタート。今モップの洗浄中ですね。モップの洗浄はそこそこ落とします。洗浄完了すると、まずは移動ですね。水拭きはねめっちゃ静か。機械音って感じ。モップもしっかりと外側に出てるのがわかると思います。モップ外側に出て、もうドアスレスレまで掃除できてます。しっかりと端までモップを入れてくれてます。で水量も今30でやってるんですけども、結構濡らしてくれてますね。こういった床がちょっと柔らかい素材の場合はもうちょい減らしてもいいかも。廊下に関してはこんな感じで洗剤こぼした跡とかもあるので、こういったのもね取れるのか見ていきましょう。部屋3終わりました。そうしたらモップの洗浄に戻らずに、次は部屋1ですね。廊下の掃除が始まります。これいちいち洗浄に戻らないのも嬉しいですね。もちろん戻るようにすることもできます。壁スレスレまでしっかりモップを入れてくれてます。ここの洗剤のところも綺麗になったね。結構モップは、出したり閉じたりしてますね。続いてラスト寝室行きます。しっかり入り込んでる。水拭きが終わったので、実際にモップどのぐらい汚れたのかチェック。普段から掃除してるのでちょっと黒ずんでるぐらいかな。そしたらこの状態で戻ったらモップパッドの洗浄中。こんな感じで中で洗浄されてます。そうしたらあとは乾燥っていう感じです。じゃあどのくらい汚れが取れてるのか見ていきます。汚れかなり取れてます。さっき黒ずんでた場所もしっかりと白くなっています。で今ね触った感じめっちゃあったかい。これが温水洗浄ですね。実際に掃除した床見ていきましょう。こういった段差があるとちょっと厳しいんですけども、基本的にこの床の部分っていうのは角までしっかりと綺麗になっています。髪の毛とかも落ちてない。ベッドの下とかもゴミ全然落ちてないですね。しっかりと吸い取れてるし、水拭きもできています。フローリングもサラサラ。椅子の隙間とかに関しては入り込めないので、そこだけ注意ですね。続いて廊下に関してはこんな感じ。しっかりとゴミ吸い取れてますね。で、ここにあった洗剤の垂らしたやつに関してもなくなってますね。ベタつきもない。洗面所のこういった隙間とかに関してもしっかりとゴミ取れてます。角とかもいけてますね。掃除性能に関してはかなり高くなっています。で、実際に掃除した後の汚水がこんな感じ。結構汚いな。意外とね掃除頻繁にしてるんですけども、こんぐらい汚れてる汚水が出ました。でこれね、普段掃除してない人に関しては本当に真っ黒な水出てくるので、是非ロボット掃除機で床水拭きしてみてください。でこちらね、アプリで他にもいじれるポイントがありまして、 DBOT の設定があって、例えばどこから掃除を始めるのかっていうのを設定できます。寝室、部屋1、部屋2で設定していきましょう。であとはこれも面白い機能があって、床に沿って掃除する。結構ね、こういったフローリングだとまっすぐに行くと清掃の音っていうのは静かなんですけど、横方向に横断するとガタンガタンって音がしたりすることがあるんですけども、そういったものをこの床に沿って掃除するをオンにすることによって、今こっち向きですね。こっち向きになっているので、フローリングと向きを合わせて設定してあげると、しっかりとフローリングの方向に沿って掃除してくれます。であとは低い高さに入る能力。極限通過は本当にギリギリな高さでもしっかりと入っていくっていう機能。でスタック防止に関しては、ちょっと引っかかっちゃうかもみたいなところは入らないようにすることができる機能です。基本的には上で、まずは試してみるといいと思います。あとはカーペットでの吸引力アップとか、カーペットの細かい掃除機能とか、そういったものがあります。IB3D3.0 とか、アダプティブエッジクリーニングがもともとオンになっています。スケジュール設定、こんな感じでカスタムで、繰り返しは毎日8時になったら作業場所は寝室だけを吸引のみで掃除をするっていう、こ
こういった設定もできるし、カスタムからこれはカスタム清掃ですね。寝室と部屋1だけ掃除したい時で、クリーニング設定は寝室は清掃モードを吸引のみにしてあげて、廊下は汚れやすいので水拭きをしてあげる、洗面所はまあやんなくていいかみたいな感じのプリセットを作ってカスタム清掃のモードで清掃することもできます。で、あとは何時間使ったらどの部品を変えればいいとか、めちゃめちゃ広い部屋だと充電が足りなくなったりする場合もあると思うんですけど、そういった場合は自動再開をオンにしておくと1回ステーションで充電してあげてまた掃除再開するなんていうモードもできるし、さっき言った本体と同じぐらいまでソファーの下とかもしっかり入り込むモードだったり、カーペットでの吸引モードとか優先モード、そういったいろんなモードがあります。あとはステーション設定も自動のゴミ収集も標準と高頻度、好きなタイミングでできて、集塵力、これは集塵の音ですねも変えられたり、あと水なしでモップ、空拭きですね、空拭きもできたり、モップの自動洗浄の頻度で、あとは熱風乾燥の時間変えることができて、あと省エネ充電っていうのもありますね。部屋が狭い家とかだと省エネ充電をオンにしてあげて、バッテリーレベル 30% 以上に維持してあげてバッテリーを持たせるなんていう使い方もできたりします。あとこの eco っていうのがありまして、音声で操作することもできます。これもちょっとやってみますか。マップの生成とか清掃中の調整、一時停止とかナビゲーション、ステーションを操作、ロボットをセットアップ、問い合わせ、オフラインで使用されるコマンド、まあいろんなコマンドがあります。じゃあちょっと掃除してみますか。 OK、 eco 掃除して。おお、こんな感じで音声で操作をすることもできます。いかがでしたでしょうか、こちらのロボット掃除機。やっぱり一番の特徴は何といってもこの 81mm の超薄型のボディ。こういったローベッドの下とかも入れるし、もちろんソファーの下とかもしっかりと入ってってくれるので、ロボット掃除機今まで使ってたけどベッドの下に入れなかったとか、ソファーの下に入ってくれないっていう方は、ぜひベッドの下とかの長さ測ってもらって、 81mm 以上だったらこちら使えるので、ぜひチェックしてみてください。で、今早割特典でなんと10万円以下で買うことができるので、この機会にチェックしてみてください。ということで以上 Dボット T50 オムニのレビューでした。バイバイ。